今回は仙腸関節の診断のためのいくつかのテストを紹介します。まずは座位での屈曲テストです。モデルには足が床につく状態で座ってもらい、術者は後方から骨盤を支えます。両母趾で PSIS の下端部にコンタクトして動きを見ます。腕を両足の間に入れるようにして前屈してもらいます。前屈時、正常であれば PSIS は下方に動きます。これは左右とも正常な場合です。これは左側が上方へ動いている場合です。左側が陽性と判定します。次は仙腸関節の理解テストです。片方の指を PSIS の内側へ当てて仙腸関節の動きをモニターします。ここでモニターして仙骨と寛骨の動きを見ます。下肢をハンドルとして寛骨が仙骨から動く幅、硬さなどを調べます。もう片方を同じように検査し、左右を比較します。次は呼吸による仙骨の動きをテストします。呼吸に合わせての仙骨の屈曲や伸展、前方や後方への動きを検査します。両獅子で仙骨底、両母趾で外下方角、左右それぞれに触れてモニターします。吸気時、正常であれば左右均等に仙骨底は後下方へ、外下方角は前方へ移動する、いわゆるカウンターニューテーションの動きになります。呼気の時はその逆にニューテーション、前方首振り運動の動きです。同じ動きを頭方から水平面を見た状態で示します。吸気時のカウンターニューテーション、正常な場合です。そして呼気のニューテーション運動、いずれの場合も正常であれば左右対称に動きます。同じ動きを右側面から見てみます。この検査では仙骨底、外下方角が呼吸に合わせて左右対称の動きであるかという点に注意を払います。今度は仙骨に応圧を加えて動きを見るスプリングテストです。患者の呼吸による自発的な動きではなく、仙骨に外力を加えた時の動きが左右均等かを調べます。まずは仙骨2番の横軸上に対するうなずきの動きです。左右どちらかの仙骨底、または仙腸関節上部をモニターします。モニターする仙骨底と同側の外下方角を手根部でコンタクトし、矢印の方向に応圧を加えます。この部位は特に多くの筋肉や脂肪などに覆われているため、それらの組織を詰めることが大事です。この方向に向かって応圧を加えます。正常であればモニターしている仙骨底が後方に浮かんでくるのを感じ取ることができます。この時の仮想回転軸は仙骨2番あたりの横軸を想定します。後方から見ると力の方向はこのようになります。左側の伸展検査の場合は左の外下方角を同側の仙骨底の方向に向けてポンピングし、仙骨底の後方への動きをモニターします。
反対側も同様に検査し、左右が同じような範囲で動いているかを比較します。これを応用して仙骨の回旋と側屈の動きを混合した動き、斜方軸上での動きの検査もできます。今度は左側の外下方角をポンピングして右側の仙骨底がどれぐらい後方に動くか検査します。この場合は左斜方軸上での回旋と側屈の動きを見るためのテストです。右側の外下方角から左側の仙骨底へ向かって前方へポンピングすることで、右斜方軸上でのカウンターニューテーションのスプリングテストになります。反対に仙骨底を前方に押圧し、外下方角の後方への動きをモニターすることがニューテーションのスプリングテストになります。仙骨スプリングテストと類似の検査でロッキングテストという方法もあります。これは仙骨底と外下方角へ交互に力を加え、仙骨のうなずきの動きを検査する方法です。スプリングテストと同様に、同側に対する圧と対角線上に圧を加える方法を用いることができます。次は陽線部に対するスプリングテストです。これは陽線部のスプリング収容力があるかを調べるテストです。手根部のあたりを仙骨底周辺の陽線部に当て、手は腰椎に乗せて腹側に向けて押圧します。押圧に追従してスプリングのように動く腰椎の前腕が増加する場合は陰性とみなします。反対に押圧に対して強い抵抗がある場合は陽性と判断します。最後は下視鏡の比較テストです。モデルには腹外になってもらい、左右の下肢の長さを比較します。この場合は内下の下端の位置で比較します。他にも検査の方法はいくつかありますが、主にこれらのテストの結果から仙腸関節の変異を判断し、治療への材料とします。